はい、どうもどうも。今回はね、中国の腕時計で最も有名なものの一つ、シーガル1963を紹介します。で、この時計っていうのはね、カルト的な人気を持っている時計なんですよ。で、ただね、日本語で紹介する内容っていうのがネットにも今は全くない状態なんです。で、それでね、この、素晴らしい時計、面白い時計を知ってほしくて、この動画を作りました。で、この動画を見終わる頃には、きっといい腕時計だなとかね、素晴らしい時計やなとかね、皆さん思ってもらえるように、紹介していきたいと思います。ここでは広く浸透しているシーガル1963っていうね、通称で呼んでいます。で、より正確には、プロジェクト304プロトタイプとか、プロトタイプ304、あとそれから天津304とかね、そういう呼び方の方が本当は、歴史的には正確なんですけれども、シーガル1963という呼び方がね、広く今は浸透しているのでね、とりあえずこの呼び方で話を進めていきたいと思います。シーガル1963のスペックをまずは見ていきます。いろんなバージョンがあるんですけど、私の持ってる、レプリカですね。HK バージョンとも呼ばれたりするんですけど、そのスペックを実測して載せてます。それでまず注目してほしいのは、機械式のクロノグラフでケース K が40ミリを切ってることなんです。で、探したことのね、ある人はわかると思うんですけど、これはかなり珍しいです。機械式のクロノグラフで40ミリを切るサイズっていうのは。で、ヴィンテージのクロノグラフっていうのは34ミリぐらいからね、あるんですけど、現行では相当珍しくて、この37.5ミリっていうのはね、希少なモデルと言えます。で、厚みは14.5ミリと少し厚く感じるんですけれども、これはね、ドーム型の風防を入れてのサイズです。で、実際のケースの厚みっていうのは1.1ミリぐらいになってるので、数値としては大きいんですけれども、実際横から見るとね、厚みはそれほどはね、感じないです。この時計には、シーガルの ST1901 というね、手巻き式のクロノグラフムーブメントが使われてます。で、シーガルっていうのは中国を代表する腕時計メーカーです。で、このあたりはね、詳しく後で説明したいと思います。いろいろとね、スペックは紹介してるんですけれども、実際どんな感じか動画で見てみましょう。で、クロノグラフはケーキとして、使われたりもするので、文字盤とかベゼルにね、メモリがたくさん打ってあって、ごちゃごちゃしがちなんですよね。それに対してシーガル1963っていうのはね、とてもシンプルです。で、裏はね、シースルーバックです。光が強いので針の色が分かりづらいですが、自分針とサブダイヤルは割と明るい青です。で、クロノグラフの秒針は明るい赤。で、文字盤はね、黄色強めのクリームですね。で、赤、黄、青とね、インデックスがしかもゴールド。シンプルなデザインに対してね、色使いは結構主張が強めです。今見ていただいたように、かっこいいっていうのはね、もちろんなんですが、柔らかいデザインで愛嬌がある腕時計だと思います。で、動画の中でね、シースルーバッグから中の機械をちょっとチラ見せしたんですけれども、シーガル ST19、このムーブメントについて詳しく話をこれからしたいと思います。使われているムーブメント ST19 は、仕様違いがあるのでね、より正確には ST1901 というふうに呼ばれます。で、手巻きのクロノグラフで見た時にね、メカメカしいというかね、入り組んだ構造がね、美しいですね。クロノグラフは、スタート、ストップ、リセットっていうね、機能を備えているので、通常は止まってる歯車に力を伝達したり、逆に止めたり、そういうボタンの操作で機械が動くわけですよね。それがムーブメントの見どころの一つになってます。裏蓋から見えるこの景色のね、見どころを紹介しておきます。まずは添付です。これはね、クロノグラフだけにあるわけではないんですけれども、この添付の回転運動で機械式の腕時計というのは時間を計ってます。次にコラムホイールです。スタート、ストップ、リセットをね、制御する中枢の機構です。で、カム式っていうね、別の制御形式もあるんですけど、コラムホイールはくるくる回転していくので、見た目でもね、楽しめる仕組みになってます。
3つ目がクロノグラフの秒針に力を伝達する、仕組みです。で、ここで採用されているのはキャリングアームというのが使われていて、分類的には水平クラッチ式と言われるものです。4つ目がリセットハンマーです。赤枠の中の割と大きなパーツがそれです。で、ここがね、動いてクロノグラフの進んだ秒針や積算計を比例させます。比例っていうのはね、針をゼロまで戻すってことですね。クロノグラフの仕組みはいくつか方式があって、その組み合わせで成り立ってるんですけれども、この ST19 の見どころをまとめるとこんな感じです。で、話だけではね、伝わりづらいので、実際に動くところも見てみましょう。はい、元気よくテンプが動いてます。それと、テンプ左上の歯車、これがね、動いてると思います。これはね、サブダイヤルの永久秒針ですね。では、スタートボタンを押してみます。さっきまで止まっていた真ん中の歯車が動き出しました。で、スタートボタンを押す前は歯車同士がね、離れてたんですけれども、今はくっついてます。次に、連続してスタート、ストップを繰り返してみます。コラムホイールが回転して、それによりアームが動いて、中央の歯車への接続が切られます。もう一度押してスタートさせてみます。コラムホイールが回転してアームが動いて、アームの歯車と中央の歯車が接しています。では、ストップさせます。最後にリセットです。リセットハンマーの動きに注目してください。いかがでしょうか、楽しんでいただけたでしょうか。なんとなく眺めるのもそれはそれで楽しいんですけど、こういうふうに見どころを押さえておくとまた違った景色に見えると思います。それでこんなこと言うとね、身も蓋もないんですけど、クロノグラフでね、私も時間を計る機会っていうのはもうほとんどないですよ。むしろ、クロノグラフっていうのはね、こういう文字盤のデザイン性とか、こういうふうにこうちょっと見て楽しめるっていうのがね、もう今ではね、存在意義になってると思います。で、多くの人にとってはね、多分そういうものだと思います。さて、日本人の悪い癖でね、この ST19 の精度の話もしておきたいと思います。で、悪い癖というふうに言ったのは、気づいてない方も多いかもしれないですけど、日本人ほどね、機械式の腕時計に精度を求めたがるところはないんじゃないかなっていうふうにね、私が思ってるからです。今回私はシーガル1963を3つ購入しました。まず1つ買って気に入って、安いうちに買っとこうということでね、2つ追加で買いました。保管用のスペアですね。で、買ったのはレプリカ版で、いろんなバージョンがある中で、最も安くてね、で、おそらく他のバージョンの ST19 よりも、ムーブメントの調整がないっていうふうにね、勝手に思ってます。で、その安い ST19 の精度が分かってたら、他の価格、上の価格のバージョンっていうのはね、もっといいだろうっていうことでね、少しは参考になるかなと思ってまとめました。簡易的にはなるんですけれども、歩道測定器、ウォッチチューナーで購入した3つを測ってみました。どれもね、最大巻き上げ時で文字盤を上にした平置きでの測定になります。で、普段使っているのは1のね、時計です。丸1の時計ですね。1日あたりプラス15秒となっています。で、2はマイナス10秒、3はプラス26秒という数字でした。で、1の時計はね、買ってから結構がっつり使って、おそらく30日ぐらいはね、使ってると思います。で、実際使うと、毎朝巻き上げて、1日あたり平均でプラス10秒ぐらいのイメージですね。これはね、おおむねウォッチチューナー通りのね、印象ですね。で、精度はね、私めちゃくちゃ満足してます。で、満足はしてるんですけれども、このグラフを眺めてると、ちょっと不安定なところもあって、今はすごい精度出てるんですけれども、何ヶ月後かに、後にね、測った時にどうなってるかっていうのはね、また検証してみたいと思います。もしかすると安定するかもしれないし、またより不安定になるかもしれないし、その辺はね、ちょっとまた、見てみたいと思います。
機械式なのでね、個体差はあって当然で、これがね、全てではないです。先ほどムーブメントの見た目を強調したんですけれども、ここで紹介したかったのは精度面でもね、申し分ない性能を持っていたっていうことですね。その部分はね、紹介できたかなと思います。次に、この ST19 を作っているシーガルという会社を紹介します。でシーガルは1955年に中国政府によって天津に設立されました。天津ってどこっていう人のためにね、地図を用意しました。北京のすぐ隣がね、天津です。今はシーガルという会社名、ブランド名が使われているんですけれども、もともとはね、天津時計工場でした。シーガルは設立された1955年にウーシンという中国初の腕時計を製造します。画像はちょっとなかったんですけれども、スイスの安価な腕時計をモデルに、まずは試しに作ってみるっていうようなね、感じで作ったんじゃないかなと思います。その後、1957年にウーイーという新型が作られます。これはスイスのフォンテンメロン製のムーブメントをモデルに作られています。で、フォンテンメロンはね、スイスの、ムーブメントメーカーエタにね、統合されたところです。で、日本の成功もフォンテンメロンの機械を参考にしていたようで、この時期のね、アジアの腕時計メーカーっていうのはスイス製をね、模範にして開発を進めてたことがここからもわかります。で、写真がそのウーイーです。で、ロゴがね、いい味出してますよね。今見るとレトロで、なんかすごい可愛いなと思いました。その後、1961年に人民解放軍の空軍パイロット向けにクロノグラフを開発するプロジェクトが立ち上げられます。これがシーガル1963につながるわけなんですけど、詳しくはね、後でやるので、ここでは一旦飛ばします。天津時計工場は1966年に中国初の独自設計の腕時計トンフンを開発製造します。今画像の上がトンフンです。12時位置に東に風と漢字で入ってて、黎明期からね、ほとんど漢字が使われてない日本とは対照的なデザインです。このトンフンは1973年に中国政府の輸出の許可が下りてね、輸出されます。中国で初めて輸出された腕時計のようです。ただね、そのまま漢字のトンフンという名前では輸出されずに、シーガルという名前が使われました。で、この時期は東西冷戦の時期で、東に風っていうね、書かれているトンフンという表現が政治的に解釈されうるっていうことで、カモメを意味するシーガルというロゴにね、差し替えられて輸出されたようです。で、裏蓋にはカモメをモチーフにしたマークが入ってて、現在のね、シーガルのロゴマークにつながってるデザインです。以上が天津時計工場からシーガルブランド誕生までの流れです。で、中国初の腕時計、独自設計のムーブメント開発、他国への輸出っていう形で中国の時計業界をシーガルはリードする存在だったことが分かってもらえると思います。はい、それで先ほど飛ばしましたが、1961年のクロノグラフ開発のプロジェクトを詳しく解説します。で、このプロジェクトは304というね、コードが与えられました。で、1961年にスタートして、1963年までに30以上のプロトタイプが作られたようです。で、この時作られたプロトタイプがシーガル1963の元になってます。で、製造がね、承認されて ST3 というキャリバーナンバーが与えられます。ただ、1969年頃には製造が中止していて、それから30年以上経って、2002年にね、もう製造をやめていた ST3 をベースにした ST19 が開発されます。で、この時に復活した、ST19 がシーガル1963には載ってるわけです。さて、1961年にプロジェクトがスタートしてからかなり早い段階でプロトタイプを天津時計工場は完成させました。
で、クロノグラフ開発の日本の状況を参照すると、セイコーは1964年にクラウンクロノグラフ、通称ワンプッシュクロノグラフを発売してます。で、シチズンは1967年にレコードマスターを発売し始めてからになります。で、クロノグラフはね、複雑機構の一つで、今でこそね、自社ムーブっていう形でいろんなブランド、メーカーが作ってるわけなんですけど、もともとはスイスでも限られたメーカー、限られたムーブメントメーカーでしか作られていない、機構だったわけです。そんなクロノグラフを天津時計工場が作れたのには理由があります。具体的に何年っていうのはね、はっきりしなかったんですけど、スイスのクロノグラフで有名だったビーナス社がね、開発資金を調達するために、キャリバー175というね、クロノグラフムーブメントの権利と設備を中国に販売しました。で、これを購入したことで、何段飛ばしかでね、クロノグラフの製造に天津時計工場は成功しました。で、ヴィーナス175は1942年から1960年まで製造されてます。で、その後中国で ST3 となって2000年代に入って ST19 として復活して、それを現代の私たちが楽しんでるわけです。あれですね、面白い話ですよね。歴史的な経緯はこの辺りにして、シーガル1963、より正確にはプロジェクト304プロトタイプがね、どういう形で復刻されたか、それぞれのバージョンで見ていきたいと思います。復刻のキーパーソンはトーマスという人物です。彼は香港シーガルという会社でもともと働いてました。で、このトーマスはドイツの友人、取引先向けにプロジェクト304のプロトタイプをモデルにした腕時計を作ります。で、その後トーマスは香港シーガルを辞めて独立するわけなんですけれども、独立してからも自分が復刻させた、HK バージョンと呼ばれるんですけれども、復刻させたモデルをですね、作り続けて、流通させていました。こういう感じで、もともとシーガル1963というね、モデルはシーガルが公式にコレクションとして販売したものではないっていうことです。シーガルの子会社香港シーガルで、主にね OEM とかそういうのを担当してたトーマスという人物が、かなりパーソナルな関係、かなりプライベートな関係の中で、作り出したモデルなんです。今回私が購入したのはこの HK バージョンに分類されるものです。で、シーガルが公式に作ってるわけではないので、シーガル1963という表現はね、誤解を招く表現です。なので、シーガルっていう名前を使わないようにしたり、もしくはレプリカとつけてね、わかるようにするのが、主流になってきてます。この HK バージョンは、細部の違いで見ると、すごく種類が多いです。で、文字盤の表記や裏蓋の仕様にもね、違いがたくさんあって、また、サファイアクリスタル版とか、ケース K が 42mm 版なんかもあります。で、デザインはね、38mm のアクリル風防モデルがね、一番安定してかっこいいんじゃないかなと個人的には思ってます。次に紹介するのが、シーガルがオフィシャルに出した2つのバージョンです。HK バージョンが作られた後の2010年に D304 というね、バージョン。それから2018年に右の FKJB 版を限定で発売しました。D304 のデザインがね、ここまで紹介したものと大きく異なるんですけど、これには理由があります。オリジナルのプロトタイプは先ほど紹介したようにね、たくさん作られました。歴史的に。で、1963年までに30種類以上、1965年までに100種類以上作られたっていう話もあります。で、この D304 はデザイン違いのプロトタイプをベースにしたモデルです。今画像で出しているようにね、これオリジナルなんですけれども、参考にしているデザインがそれぞれあるわけです。今回私はレプリカ版を買った
わけです。レプリカはね、偽物をマイルドに表現するときにも、使われたりするんで、ちょっとなんか私が変な偽物買ったんちゃうかみたいに思うかもしれないですけど、ただこのシーガル1963についてはね、公式の復刻モデルが後になって出るっていう形なんですよ。なので、公式と非公式の区別はあっても、偽物っていうね、概念がないモデルなんですよ。ちょっと不思議な話なんですけどね。3つ目に紹介するのは HKED バージョンです。香港のエドという人がやっているブランド、HKED ウォッチの、モデルです。で、これまたね、ここまでのデザインと違うんですけど、これも参考にしているオリジナルが、あります。で、正方形に近い形のインデックスが使われていることと、12時位置のロゴが違うのが、大きな特徴です。で、ここまでのデザインよりも、レトロさが際立つデザインじゃないかなと思います。で、HKED バージョンは、このデザイン以外にも、ケースバッグのシースルー面がね、広くなってたり、環球針にスワンネックが使われてたり、ムーブメントをより楽しめる工夫がされているのが特徴です。さて、ここまでシーガル1963と呼ばれる中国の腕時計を紹介しました。この表現はね、正確さに欠けるんですけれども、トーマスの復刻以降、広く浸透しているので、そのいろんなバリエーションがある復刻版を総称する呼び方として今回使ってます。それで、この時計の魅力を最後にまとめました。順に説明します。一つ目は時計の大きさです。こういう形でね、見ていただいたら分かりやすいと思うんですけれども、私の手首周りは17センチです。その腕にもちょうどよく収まっていることが分かってもらえると思います。最初に、紹介もしたんですけれども、2000年以降ね、ケースサイズの、ケース径がね、40ミリ以上が標準になってきてて、クロノグラフはそれよりも少し大きめなので、現行の時計ではね、41ミリとか42ミリが、機械式のクロノグラフのね、標準じゃないかなと思います。で、それに対してね、この時計は、現行よりも小さいので、これぐらいのね、ちょうどいいジャストのサイズ感で付けられるのがいいところです。二つ目は自動巻きではなくて手巻きのクロノグラフだということです。自動巻きのローターとかね、自動巻き化するためのパーツなんていうのは、余分なわけですよね。そこを排除して、もう手巻き式で純粋に機械の動きが楽しめるっていうのが、いいところじゃないかなと思います。3つ目はバリエーションが豊富なことです。復刻モデルは原型を再現するので、オリジナルを再現するので、それほど多くのバリエーションを持ち得ません、普通はね。ところが、この時計で参照されているプロジェクト304のプロトタイプっていうのは、試行錯誤の中でおそらく作られたからだと思うんですけど、多くのバリエーションがあります。で、史実に基づく復刻版で、さらにデザインに多様性があるっていうね、なかなか両立されない特徴を持ってます。4つ目は ST19 のムーブメントにまつわる物語です。元にしているキャリバー175を生んだヴィーナスはクロノグラフムーブメントメーカーとして有名でした。で、画像はね、クロノグラフで有名なブライトリングの現在も続くナビタイマーというシリーズの、腕時計です。で、このヴィンテージモデルではヴィーナスのムーブメントが使われています。また、ヴィーナスが中国にキャリバー175を売ったのは、次世代ムーブメントであるキャリバー188のね、開発資金を調達するためでした。ヴィーナスは、キャリバー188を開発して間もなく、競合するクロノグラフメーカーのバルジュー社にね、吸収されます。ちょっと競争でね、負けてしまったということですね。ただ、このキャリバー188は生き残ります。キャリバー188はバルジュ7730という名前に変わります。それからマイナーチェンジで7733になります。で、ヴィーナス188、バルジュ7730。
バルジュ7733は手巻き式のクロノグラフだったんですけども、バルジュ7733をベースに自動巻き化した7750が開発されます。これが有名なバルジュ7750です。汎用ムーブメント、改造のベース機としてね、今でも広く使われてます。今となっては世界で一番有名なクロノグラフムーブメントといっても、言い過ぎではないかなと思います。で、有名なバルジュ7750も今見たように遡るとヴィーナスにたどり着くわけなんですよ。で、ヴィーナス社の設計が優れていたこと、ヴィーナス社の開発力を表すね、逸話かなと思います。最後になりましたが、今回紹介したシーガル1963の価格を見ておきます。入手ルートにもよるんですけど、最も高いのがシーガルのオフィシャル版です。本体は5万6千円ぐらいなんですけど、送料もね、考えると、日本でどんなに安く買おうとしても、6万円弱ぐらいにはなります。シーガルのね、保証があって、品質管理が大手なのでちゃんとされてるっていうね、そういう信頼感からの設定じゃないかなと思います。次が HKED 版で、こちらはね、一番安いモデルで3万円ほどです。こちらも保証がついていて、HKED ウォッチのね、公式サイトから購入できます。で、一番安いのがね、HK バージョンで eBay とか、その他の、オンラインの腕時計専門サイトで販売されてます。機械式腕時計の価格としてはかなりね低価格な部類です。普及機とかエントリーモデルとか言われるねそういう価格帯の、時計です。でこの手軽さがね、大きな魅力じゃないかなと思います。私も、このシーガル1963、知ってていつか買おうと思ってたんですけどなかなかね、手が出なかったんですけど、昨年のね12月にねもう一回見てみると値段がぐっと下がってたので、この機を逃したら次いつか買えるか分かんないっていうことでねまず買って気に入ってまたさらに追加で購入しました。私がちょっと心配したのはシーガル1963っていうのはシーガルの ST19 があって初めてね成り立つものだと思ってます。でこの ST19 のね生産が中止されたり値上げされたり、もしくはね外販が中止になるっていうこともねないわけじゃないと思うんですよ。勝手な想像なんですけど、そしたらね、こんな安く手に入らなくなるんでとりあえず買える時に買っとけみたいな感じで、ちょっとね手元に置いてます。こんなにかっこよくて楽しめてね語れる腕時計がねこの値段で手に入るっていうのはね、ちょっと私としては衝撃を受けました。なんでこの価格で買えちゃうのっていうね、めまいがするような感じでしたね。さて今回はシーガル1963、プロジェクト304プロトタイプについてね紹介をしました。最初にカルト的人気を誇る腕時計ですっていうふうに言いました。ここまで見ていただいた方はおそらくなんですけど、いやそりゃファンつくやろこれはっていうふうにね感じたんじゃないかなと思います。いろんな腕時計が今では復刻モデルを出してます。であまりにねそういうモデルが多いので、ヘリテージモデルとかヘリテージコレクションという表現もね、前に比べたらちょっと重みがなくなってきたかなっていうふうにね私は感じてます。でそんな中にあってねシーガル1963、プロジェクト304プロトタイプっていうのはね真のヘリテージだと思います。中国でしか作れない中国で作られるから意味がある、そういうモデルです。日本で手に入れようと思うと入手方法が限られますし、何かね不具合が起きた時にアフターケアも簡単なものではないです。高価ではないんですけどかといって初心者向きかというとまたそれともちょっと違うかなと思います。腕時計ファンで何か面白いのがなんか欲しいなっていう人にとってはねうってつけのモデルじゃないかなと思います。はい、今回の動画はここでおしまいです。なかなかね中国語の情報までは参照できなかったので
中には間違った情報とか説明不足な部分もあると思います。もしね、詳しく知っている方がいたら、コメント欄でね、補足してくれるととてもありがたいです。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。